先週の NMB48 ランキングの発表なのだ。31枚目シングルのタイトルが「チューストライク」と発表されたのだ。どうやら野球のツーストライクとかかっているらしいので、どんな曲になるのか今から楽しみなのだ。 DD としては何人回るかを検討中なのだけど、動画を作成しだしたせいか候補が多すぎて困ってしまうのだ。第10位は西田ほのかなのだ。 NMB48 の公式 YouTube でやっていたラジオ番組が面白かったのだ。こよりんと2人でやってたのだけど、こよりんのボケに対するツッコミがテンポがよく面白かったのだ。メンバーモノマネも面白いので、ダジャレは電子ジャーに封印した方がいいのだ。第9位は板垣こよりなのだ。 NMB48 の公式 YouTube でやっていたラジオ番組でこよりんがボケまくりで面白かったのだ。9期生内弁慶なのか、9期生以外の前ではボケキャラがあまり発揮されないので殻を破ってほしいのだ。こよりんのツッコミ四天王がほのぴ、えんな、みそら、くるみと言っていたけど、逆にツッコミ製造機がこよりんな気がしてきたのだ。第8位は西島亮なのだ。裏南波ちゃんの9期生バラエティ放送局で地方組として関西の嫌いなとこを言っていく内容だったのだけど、見事に役回りをこなしていてよかったのだ。あと起伏の時のいい女感がとてもいいのだ。第7位は亀のジオンなのだ。3月14日が卒業公演だったのだ。7期生はあかりんチルドレンだからなのかわからないけれど、これほど我が強くキャラかぶりがない期生はないのだ。コロナがなければまた違った世界があったのかもしれない。知らんけど。最後はセブンティーンおげん7期生で披露したのだ。太田理央奈も高校2年生で卒業したので、曲を聴いていると「しみるぜ」とつぶやいてしまったのだ。第6位は山本美香なのだ。3月10日に行われた重和です企画公演に出演しており、そこでの美香な様が面白かったのだ。後輩同活ツッコミが特に面白かったのだ。後輩同活ツッコミはダウンタウン浜ちゃんから提唱された伝統芸なので、 NMB48 の浜ちゃんとして活躍してほしいのだ。第5位は平山舞なのだ。重和です企画公演に出演しており、そこでのマイキボンジャックが面白かったのだ。重和です企画では顔芸をメインにお届けしており、今回も漏れなく顔芸を披露していたのだ。また大阪万博の特番にも NMB48 メンバーの一人としてまこちと共にレポーターをしていたけど、表情、声色、コメントと隙がなかったのだ。顔芸を披露しなくて安心したのだ。第4位は小島かりんなのだ。重和です企画公演に出演しており、そこでのあごりんが面白かったのだ。漢字1文字を顔で表現するゲームで顔のパフォーマンスが素晴らしかったのだ。恥ずかしセリフを言わせるコーナーでも集中的に当てられる中、吹っ切れてやりきったのだ。さすがキャプテンなのだ。最近は後輩からもいじられることが増えてきて、今回も思う存分いじられていたのだ。第3位は和田美優なのだ。重和です企画公演に出演しており、あざとコーナーでベイコンを圧倒していたのだ。恥ずかしセリフを言わせるコーナーでもフリップ芸のごとき新手を出していくのはさすがなのだ。お笑い戦闘力トップ3に入る実力者だけはあるのだ。第2位はハガレイなのだ。重和です企画公演に出演しており、改めてレイポンの実力を知ることができたのだ。恥ずかしセリフを言わせるコーナーでやりきる度胸や9期生では1人だけの出演でも
物おじせずに発言していけるのはさすがっすなのだ。ポンポンされたくなってきたのだ。そして栄光の第1位は高橋琴音なのだ。3月9日 YNN で配信した高橋セミナールに出演しており、面白いを超えた何かだったのだ。挙動不審メンバーは歴代いろいろいたけど、おとっちは群を抜いており、もはやウングニルなのだ。ある種ホラー映像なのでぜひ見てほしいのだ。重和です企画公演に出演しており、そこでもことっちらしさを遺憾なく発揮されていたのだ。全てを貫く槍となってほしいのだ。そういえば居酒屋に行った時、隣で送別会をしていて、この杯を受けてくれ、どうぞなみなみとついでおくれ、花に嵐の例えもあるぞ、さよならだけが人生だと言って乾杯して、2人組の中年男性がマスを当てに飲んでたのだ。今後も細々と動画を作成していくので傍観していただければ助かるのだ。